皆さんこんにちは、三宅智子です。今日ですね、北海道に来ております。イエイイエイ。北海道といえば北海道のオープンアンジェラスイエーイ。初コラボ。そうですね。私めっちゃ緊張してるけど。前々からそうアンジェラさんと一緒にやりたいと思ってたんですけど、やっとね、念願かなってコラボできました。よろしくお願いします。はい、お願いします。そしてね、もう今日はアンジェラさんにね、やっぱおすすめのお店をね、北海道に行ったらアンジェラさんに聞こうと思っておすすめのお店を聞いて、こちらね、巌流ラーメンさんにやってきました。はい、こちらはね、ラーメン屋さんなんですけど、デカ盛りがね、いろいろあってですね。そうなんです。今回はこちらの巌流名物手稲山、こちらが手稲山ですね。私ね、ラーメン屋さんに来るからラーメンのデカ盛りだと思ってて、もうさっきまでラーメン食べると思ってたんです。ラーメン脳になってましたよね。そうでも全然大好きなね、カレーとチャーハンと餃子、もう好きなもの3点盛り、この夢のコラボのね、この手稲山を今日はいただきます。はい、3.5 キロ5キロぐらいです。5キロ。はい、すごい。そして私がこちらカツチャーシューですね。ちょっと分かりづらいけれど、うどんとあと汁なしラーメンが入っております。これも夢のコラボですね。そうなんですよ。私カツ丼も汁なしラーメンも大好き。マジですか。ちょっと2杯いきます。それは置いといて。今さっきね、海鮮丼食べたりとか、やっぱなんか札幌に来たんでね、食べたいものありすぎちゃうんで、今回はね、これで、はい、まずは次回にとっておきます。次回にとっておきたいと思います。はい、じゃあ早速いただきますか。いただきまます。一緒に食べるとなんかライバルみたいな、バチバチみたいな。そうだ、それしかないよね。昔そういう設定にされてたじゃないですか、私たち。あれは別になんか本人たち仲いいんですけど、なんか番組がなんか結構ブラマヨさんとかが、そうだ思い出した。アンジェラと三宅がバトルみたいな感じになってて、でアンジェラさんもそれに乗っかってバチバチみたいな感じだったから、私も乗っかって、いやアンジェラさんには負けないみたいな感じで、ガチでだってやってた頃言われたもん。本当に仲悪いんですかって言われて。違います。結構ご飯食べてます。手のいい匂いがすごい漂ってるね。カレーからいきます。いきます。一口がでかい。結構私この玉ねぎがこうとろけてるカレーが大好きなんですよ。甘めな。嬉しい。はい。もろ好みですね。優しいね味だけどコクが深いんですよ。なんか気に入ってくれた。カレー結構好き嫌いあるんで、なんか好きなのすごい好きなんですけど、辛いのダメですもんね。これはね、私の好きなやつです。めっちゃ美味しい。辛いのダメですね。なんかカレーもだからもう中辛でも結構辛いんですよ。ちょっと甘口目が好きです。まだ一杯ならいいけど、うちらめっちゃ辛いじゃないですか。だからもうスパイスが蓄積されて逃げ場がないんですよ。辛くなってくるともう辛さしか感じなくなってくる。これこれ。ちょっと。アンジェラさんも昔は辛いの苦手でしたよね。そうなんですよ。克服したんでしたっけ？克服したのと、あとストレス溜まると人って辛いもん食べなくなるそうですよ。本当ですか？それで辛いのをめっちゃ好きになってきた。いろいろあります。44歳。本当ですか？なんか逆にストレスとか溜まったらなんか甘いものでなんか脳を満たそうみたいな。それもある。辛いのと甘いの両方好きだな。普通に1杯ぐらいだったらまあ辛い辛いって言いながらいけますけどね。そうなの。大量はきついですよね。北海道何回か遊びに来てますよね。毎年来てますよ。そうだ。スープカレーとか食べました？スープカレーは1回食べたことあります。ありなしで言ったら？よかった。ありです。結構下の方までご飯入っとる。嬉しい。深いですね。じゃあちょっと途中経過。私なんかこっちばっかり食べてるから全然変わってない。変わってない。ここ減ってんだけどね。もうすぐ3分の1ですよね。こっち側食べてます。途中経過、わかるかな。途中経過でございます。これね、こんなに深いんですよ。ほら、素敵な層。いいですね。じゃあカツ丼像をとりあえず攻めよう。
私これ汁なしラーメンとかでもやっぱご飯欲しくなりますね。あー、わかる。わかるって言っちゃったけど、そうなの。混ぜそばとか、はいやっぱ白飯と一緒に食べたくなります。なんか、なんか関西人とか別にだってお好み焼きとご飯とか焼きそばとご飯食べるじゃないですか。あ、でも、なんかラーメンに関しては液体がそこにあるから、その液体に何か絡めたいっていうのでご飯。あ、汁なしだと汁がないから。おかずになっちゃいますね、汁なしは。なんか本当に味ついてるんで。本当に炭水化物うん。すごいな。あ、でも三宅さん、ちっちゃい頃から岡山も、うん焼きそば定食とか、うんうんお好み焼き定食みたいなもう気にせず、うんなんかご飯が欲しくなるものはご飯、味濃いものとかはうんうんご飯と食べるって感じです。へえ。あ、でも私初めて三宅さんと岡山でのロケか。デミカツ丼。デミカツ丼食べましたよね。あれ味結構しっかりしてますもんね。あそこのは結構特になんかドロッとしてるかもしれないですね。主張してた気がする。なんかさらっと食べれる感じじゃなくて、うん結構ドローっとしたソースだから、美味しかった。重いかもしれないですね。あれ何杯食べた？10杯ぐらい食べたの10かな。杯食べました三宅さんが4キロだから6キロのラーメンですよね。私と4キロぐらいのラーメン食べて、うん。その後につゆのホルモンそうだ。あ、そうだ。締めのそれがうちら芯なんですよ。あれ美味しかったけど食べきれたんでしたっけ？いや、食べきれな失敗失敗。なんか2人とも結構なんかねいっぱいになっちゃったんですよね。覚えてる。そうなんか結構各地のご当地グルメを回るみたいなうんうん。感じでしたよね。懐かしいですね。またやってくんないかな。うん。美味しい。ね、餃子いきますよ餃子。熱っ。おいし私よく仕事で使わせてもらう餃子飲み物って言葉教えてもらったの三宅さんなんだよ。わかるわかる。い。これ飲める餃子です。私の大好き。褒め言葉です。すごい褒め言葉。ね、確かに何が好きって私飲めるものが好きですもん。基あれ本ね、ガラスの顎だからそのガラスの顎名付け親、あれ小杉さん誰だ、なんか誰かがいや吉田さんじゃないですかなか。村マヨの。面白かったですよね、あのロケも。うん。また復活してほしい。結構な頻度でうちら出れてましたもんね。うん。本当に1日3回勝負とかで30分でうん。本当に6キロ6キロ8キロみたいななんか、うんとてつもない量食べてましたよ。あったあったすごい最近、ん昔すごい食べるの早かったじゃないですか。うん、早かった。今めっちゃ遅いんですよ。見たらわかります。本当だ、本当だ。いや、普通ですよ。多分普通なんだけど、最速のチーターの頃の知ってるから、なんで今は普通なのみたいな。本当だ。普通のペースでしか食べれなくなっちゃいます。いや、いいんですよ。食事は美味しければそれで。なんか昔はもうほんと30分でとかだったじゃないですか。うんでそうだロケもそうだなんかもう次があるから急いでみたいな感じで、うんうんなんかいつも一生懸命食べてたんで、なんか早く食べるの慣れてたんですよ。うんうん。っそういうのなくなったんで最近。てことは喉の力が少し弱くなったのかな。すごい弱くなってます。期待を裏切らないこの量。この値段にすごいびっくりなんですけど。そうなんですよ。これ1200円ですか？もっとこっちが1000円で、ちょっとまあいろいろあってこの値段になったんですけど。で安すぎじゃないですか。しょ？これ1200円。そう。めっちゃ安いんです。カツ丼を食べたので私はこちらの汁なしラーメンの方に行きたいと思います。ラーメンの旨味がすごく吸ってギューッと詰まった焼きそば。年のせいで最近食べれないと思うんですけど、うんでもアンジェラさんとか菅原さんとか私より上の人がすごいそれよりはるかに食べてるとなんかそう年のせいではないんだなっていう感じです。いやーでもね、脂身とかこってりしたもんが昔ほど食べれなくなった。昔はなんかラーメンもなんかもう背脂増し増しみたいなわかるわかる。味薄め油少なめニンニクなしでとか言ってねヘルシーじゃない。むしろそばの方が入るよね。そんなに変わります？そんなに変わりますよ。あ、どうしよう。じゃあすみません、餃子を追加でいただいてよろしいですか？お、ちょっとご飯が余ったので
餃子を追加で注文しました。私はそういう時間かかってるんで追加してもらっちゃいました。とりあえずごちそうさまでございます。早い。追加の餃子も終わりました。隣でカレー食べてる三宅さん見たら私もちょっとカレーが食べたくなったのでカレーを追加で注文したいと思います。カレーライス来ました。なみなみ。カレーのルーをね追加でもらいました。まだねこっち白ご飯ゾーンがいるんでそれにはやっぱね、そう白ご飯ゾーンにねちょっとかけますね。これで多分500いや結構たっぷりですね300-400ぐらいは500いってんじゃないこれ。北海道きます。カレーカレーの匂いってやっぱたまんないんだな。隣で食べられるともう私も食べたいって。ちょっと甘めですよね。甘口。すごい好きなやつ。これはうまい。好き。今日の大会の時に、なんかバスの中で、なんかスタッフさんにあった。なんかアンジェラさんに結婚しないのか聞いてくれみたいな、言われて言ったのに言われて言ったのになんか私がすごい意地悪みたいな感じあれだからテレビって怖いのそれですよね。なんですよ。結構なんか言わされて言うこととかあるじゃないですか。あるそこでなんかそれがもうなんか本人が言ってるみたいになっちゃうから、菅原さんなんかいいで、菅原さんそこで吠えてくださいって言われて。確かになんか菅原さんとか庄司さんも結構なんか番組にキャラ作られてる感じありますよ。ある。私はでも番組にちょっとキャラを作られた気がする。最初に一緒にマルコポロに行った時も、なんか変なこと言いまくりましたよね私。バッサリカットされてて、あれでもテンパって言ってただけでガチで面白いこと言ってやろうじゃないですよ。全部テンパりなんですよ。使えないんですよ。でもアンジェラさんってこう綺麗な感じなやっぱイメージだから、なんかそういうイメージで多分テレビはこんな綺麗な人が食べるみたいなイメージで出したかったのに、すごいなんかそこで変なこと言っちゃうとなんかすごいなんか思ってたのと違うみたいな感じになっちゃったんでとても40代に見えないですからね。最近でもねシャワーの水を弾かなくなりました。いやもうとっくに弾いてないですよ。やめて。悲しいこと聞きたくない。芸歴したら大食い歴もう16年初めて出たのは2005年なんですよ。っていうと今から14年前。予選その時は予選落ちちゃったんですよ。で白田さんがすごい食べてて、あもう無理だなと思って途中で諦めましたね。なんか相当ハードル高いですその予選。結構ペース速くて、なんかすごいいい感じじゃんと思って私いけるじゃんと思ったんですけど、よりによってジャイアントが隣にいたんですね。そう途中からすごいなんか離されちゃって、もうなんかいやもう無理ですと思って諦めちゃった。もう逆に隣がすごすぎて諦めちゃいました。すごいなその時代か。もちろんの1位通過でしたよ、白田さんが。アンジェラさんの苦手な紅生姜じゃないですか。私のちょっと苦手な赤いヤーツーですね。アンジェラさんはもう紅生姜が苦手っていうイメージがすごいついています。だって紅生姜を見るとねアンジェラさん思い出すんですよ。よかった今まで大食い用でその食材になって出たら 100% 負けますよ私。紅生姜の天ぷらかなんか食べましたよね。なでしこで食べて2枚かなんかでギブアップしたんだ私。そっからなんか面白がって出されたことが2回ぐらいあったな。喋り出すとね、ただでさえ遅いのに喋って止まるっていうもう本当に迷惑な。これで OK ですかね。はい、です。最後です。いただきます。完食巌流ラーメンを2つお願いします。はい、お願いします。お店の名物巌流ラーメンでございます。私は4枚も乗って、すごいボリューミー。嬉しい。これはこってり系なのか、ね、色もいいですね。じゃあ早速。美味しそう。美味しい。美味しい。やっぱなんか札幌といったら、深みのありそう。感じ。このねまろやかな感じの味噌好きだな。で札幌といえばこれでやっぱ卵麺ですよね。そうですね。
結構でも後からピリピリきますね。お、どれどれ。プリプリ、美味しい。程よくプリプリな。ね。あ、またスープ飲むのと麺で絡んで食べるのとまた顔が輪郭がちょっと変わりますね。結構忠実に札幌のザ味噌ラーメンな昔ながらの味をそしてさらに美味しくしているのが嬉しい。うん。私玉ねぎすごい好きなんで。もう見てください、これ玉ねぎたっぷり。さっきも言ってましたね。うん。いい感じで炒めてますね、お野菜。うん。もやしたっぷり。なんかもやしを美味しいと感じたのは久しぶりだわ、私。ね。やっぱなんか味噌ともやしってあとすごい合う。うんうん。うん。味噌ラーメンが一番合うと思います、もやし。今でもじゃあ一番得意な食材はラーメンですか？私ラーメンのイメージかな。餃子ラーメンか。今日猫舌だからラーメンはうん。得意じゃないんですよ。自分のもうなんかいきなり熱いのばっかり来だすともう、まあもうなんか私はもう止まっちゃうタイプなんで。なんか最初ぬるいから早いんですよ。うんで途中で熱いのに変わるじゃうん。なですか。ないるなる。そっから一気にペースダウンするんですよ。熱いもくなったカレーの時もそうですよね。なんで世界戦の予選の時。急に激アツになった瞬間すっごいペース落ちちゃって。うんうんうんあったあった。そうですそうです。熱いのが来て、そうだそれでペースが落ちて、うんアンジェラさんに抜かれて、うんでなんかでも30分しかないから、うんじゃあ30分だったらそんなにお腹いっぱいにならないから、うんもう水で流せばいいんだと思って、もうそれできない。私あれで結構最初一アップアップだったのに。生懸命なんか熱いのを食べようとしたんですけど、あ、飲んでもで食べてこれでこん飲んで食べて。なゆっくりなるんだったら、水で冷ましちゃえば、でも。なんか早くいけるから水でガンガン流していったら、うん追いつきました。いや、あれだってカレーって容量勝負なのに、まあ水飲めたなって。いやでもあれ45分とかだったら水使わなくて粘りましたけど、もう30分しかないからもうお腹ができないじゃんと思ったんです。結構私アップアップだった。意外と卵。なんかちょっと甘みがあって、なんかしっかり味はしてるけど、割とあっさりめな感じなんで、すごい飲んじゃう。これ飲んじゃいますそう、ね。飲みたくなる。飲ませてください。うん。浸すタイプと入れるタイプがいるんですか？入れちゃうタイプです。じゃあ私も入れちゃおうかな。じゃあ豆乳おりゃー。でもこっちの方がスープを余すことなく食べれる気が、これ私家だったら卵で閉じちゃうんですよね。やりません？カップラーメンの残り汁とか。もう王道ですよね。よっしゃ、完食。完食です。完食です。両方完食。完食。私もご飯入れたいと思ってたけども、なんか美味しくてごく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 飲んじゃった。飲みたくなりますよね。飲みたくなっちゃいますね。この止まらなくなるスープ。はい、私は店員ネ山と、はい。巌流ラーメン、はい。味噌味いただきました。でもすごいね、結構アンジェラさんから2キロぐらいって聞いてたわけですよ。これもね。油断してて、ごめんなさい、嘘情報教えて。実際これ 3.5 キロあるお店の中で今ある中では一番でかいやつなんですよ。なるほど。最近の私の胃袋には結構もうパンパンに溜まりましたね。もうこのアテンドしている私のこの無能さといったら、飲
のんきにさっき海鮮丼とか食べてたんですけど、もうなんか。意外とまあちょうどいいか、もしくはギリギリなラインを攻めちゃったってやつですね。いや、まあでも全然余裕はありますよ。余裕はありますけど、まだこれから夜があるんでね。なんかちょっと夜大丈夫かなっていう気にちょっとなってますけど、まあでも、ねはい。まあ夜もちょこちょこはい美味しいものまだまだ引き続きね、食べたいと思います。美味しいものいっぱいあるんで食べてください。ね、この本当に私的にはもうカレーがね、お、すっごい好みだったんですよ。気に入りました。あと餃子も。うん。なんかもう、なんかすごいドストライクな味で、すおごい美味しかったんでありがとうね。ございます。はい、また北海道に来た際は、ぜひぜひ召し上がってください行きたと思ます。で、アンジェラさんが食べてたね、カツチャーシュー、はいもうすごい美味しそうで、あれ汁なし麺。そう、汁なしあ麺一汁なしラーメン。口もらったんですけど、もうそれもすごい美味しくて、カツ丼も美味しそうだったんで、まあそちらもね、また機会があったら食べたいと思います。あとね、ラーメンのデカ盛りもあるんでもね、もうあと3回ぐらい絶対にお来たい邪魔さですね。せていただこうかなと。もう店長もありがとうございます。ありがとうございます。そしてね、こちらのお店も本当に値段がすごい安いので、もう醤油ラーメン650円。いやもうこの巌流ラーメンもチャーシュー4枚も乗ってね、850円ってもう激安で。そしてこの最初に食べた天然山1200円ですよ。もう本当に東京じゃありえない。ね。そうなんですよ。はもう本当にすごい、本当にコスパ最強な、い、札幌のデカ盛りでございました。デカ盛りでした。はい。はい。というわけで、アンジェラさんありがとうございました。またぜひ行きたいと思います。はい。皆さんもぜひぜひ来てください。来てくださいね。はい。というわけで、今回もご視聴ありがとうございました。またぜひ次回もご覧ください。バイバイ。